皆さんこんにちは、なぎです。今日の動画は日本語ポッドキャストです。今日もゆっくり優しい日本語で話をしていきます。字幕が見たい人は設定をチェックしてください。それでは今日のテーマなんですけど、今日は日本語の敬語についてお話ししたいと思います。皆さん敬語は何か分かりますか？日本語を勉強しているとやっぱり生徒さんから敬語が難しいというお話を聞くんですね。で、敬語って3種類あるんですけど、そのうちの2種類の敬語がやっぱり難しいって皆さん言うんですが、ビジネスでもよく使うので、日本語を少し勉強していて、日本旅行に行った時にレストランで言われたことが全然わからなくてショックだったっていう体験を話す生徒さんがたまにいるんですけど、それって敬語のせいなんですね。その残りの2つの敬語、レベルの高い単語を使うようになるので、勉強したはずなのに、少し勉強したのに聞いたことがない単語が出てきて聞き取れませんでした、分かりませんでしたという話を聞くことがあります。ということで今日はまずその敬語とは何かについてお話ししたいんですが、その前に敬語とタメ口、この2つを比べたいと思います。まずタメ口と敬語の違いなんですけど、例えばこれ食べるとこれ食べますか、この2つを比べた時にこちらがタメ口、こちらが敬語になります。ます、ました、です、でした、この表現は全部敬語ですね。で、これは日本語を一から教科書で勉強した人はまず最初に習う敬語です。例えばみんなの日本語とか元気とかで勉強し始めた人はだいたいここから始まります。で、タメ口というのは友達や家族に使う言葉です。それに対してこれ食べますかという敬語は知らない人、今まで会ったことがない人、目上の人、目上の人というのは会社でいうと自分より上の人、上司、先輩も目上の人ですし、年齢的に自分の年齢より高い人も目上の人ですね。お客さん、自分がスタッフで相手がお客様の時に敬語を使います。ですから初めて会った人や目上の人、お客さんに敬語を使わないでタメ口を使うととても失礼に聞こえるんですね。日本語で Thank you はありがとうとありがとうございますの2つがあります。でもありがとうはタメ口で、ありがとうございますは敬語です。初めて会った人とか目上の人、お客さんにありがとうというと失礼に聞こえます。例えばですけど、私が道を歩いていて前に歩いている人が何か落としたとします。その時に私がこれ落ちましたよ
と渡すのではなく、あ、これ落ちたよとタメ口で言うと、相手はこの人失礼だなって感じると思います。また私がそれを渡して、あ、落ちましたよって渡して、その人がありがとうって言っても失礼だなって感じます。ただ難しいのが、もしですよ、その私が落としたものを渡した人が明らかに私より年齢が高い時、ありがとうと言われても特に変な感じはしません。失礼だなとは思いません。この感覚、この感じ、すごく難しいと思います。なので無難に変に思われないように敬語を使うことをおすすめします。で、敬語なんですけど、さっきも少し話したように敬語って3種類あります。一つは丁寧語、もう一つが尊敬語で、最後に謙譲語ですね。まず丁寧語なんですけど、丁寧語はさっき話したようにます、ました、です、でした、これが丁寧語ですね。誰に使っても大丈夫です。もちろん友達や家族に丁寧語を使うとちょっと変な感じがするので、それは使わないんですけど、それ以外の人だったら基本的にこの丁寧語を使います。で、2つ目の尊敬語なんですけど、尊敬語は相手の行動を上げる表現なんですね。相手の行動を上げることで尊敬の意味を表します。例えば社長が来ますという時に、社長がいらっしゃいますと言ったり、社長が食べますという時に、社長が召し上がりますというふうに言います。来るのは社長、食べるのは社長、その行動をする人は社長という目上の人ですね。なのでそれを別の言葉、尊敬をする言葉、尊敬語に変えます。これ私のこと、私の行動を尊敬語にするとそれは変です。例えば社長の前で私も食べますと言いたい時に、私も召し上がりますというふうに言うと、なんだろう、失礼というよりは敬語を分かっていないなという感じがしますね。はい、なぜかというと、日本人も敬語よく間違えるんですよ。その丁寧語は全然間違えないんですけど、もちろんでも尊敬語と謙譲語は日本人でも間違える人がいます。なので私が召し上がりますというと、この子は敬語が分かってないなっていうふうに思われちゃうと思います。じゃあ私が食べますというふうに私の行動を話すときに、相手に尊敬の意味を表す言葉はないかなんですけど、それが3番の謙譲語になります。私が食べますという時は皆さんも実は知っている言葉です。それはいただきます。私もいただきますとか、私が言いました、私が申し上げました、私が電話します、私がお電話しますというふうに言葉が変わります。これは食べます、言います、します、私がする行動ですね。で、その私がする行動を
下げて言う言葉が謙譲語になります。本当はいただきますというのは神道の教えから来ているんですね。一つ一つに命があるという考え方から、食べ物一つ、肉でも野菜でも一つ一つに命がある、その命を食べます、もらいますということでいただきます。この食べ物に対して尊敬の意を示しています。尊敬を表しています。これが謙譲語です。さっき少し話したように、尊敬語と謙譲語って本当に難しいんですよね。言葉自体が変わるものが多くって、日本人も本当によく間違えます。なので日本人もビジネス敬語という本を買ってその言い方を勉強するというのは、学生を卒業した時に通る道ですね。私も実際に勉強しました。ですから敬語の中でもまず丁寧語をマスターしてください。でそれから尊敬語と謙譲語を少しずつ増やしていけばいいと思います。もちろん丁寧語だけで話しても十分丁寧ですからね。ただ私としてはタメ口も忘れてほしくないんですね。タメ口というのは友達や家族に話すと言いましたね。で誰しも最初は初めて会う人じゃないですか。今は友達でもその人はきっと前は初めて会った人なんですよね。でその時は敬語を使っていることが多いと思います。ただ一緒にご飯を食べたり遊んだりすることでだんだんその言葉がタメ口に変わるんですね。なのでぜひタメ口も学んでほしいですね。タメ口を使わずにずっと敬語を使っていると、それはそれで距離を感じてしまいます。仲を縮める、その関係を近くするにはやっぱりタメ口というのは大事な話し方になります。ということで今日は敬語についてお話ししてみました。いつも最後まで聞いてくださってありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。